真ん中にねアートのカードが来てて、状況は調整ができるよっていうのがね真ん中にドーンと来てるね。お相手さんはね、あなたの悲しみに裏打ちされた強さをすごく買ってる。で、これは本当にあなたのそういった部分を尊敬してたんだと思う。とても好きだった。そういう部分がね。ひょっとしたらあなたが、まあ、例えばバツイチとか、あるいはこの方と出会う前、もうとんでもない貧乏くじのような男と、ね、貧乏くじを引いてしまったような男と、関係があったとか、なんかそういう経験みたいなもの、あなたの悲しみに裏打ちされた強さ、この方はそこにすごくね惚れてたんだよ。でだけどもこのワンドの5、そしてこのワンドの7、さらにはこの愛のカップのカード、まあいいんだよね、ラクシャリープレジャーだけどもちょっと先細りしてるよって。建前あなたのことを尊敬してるんだと思う。だけども近頃の本音はあなたのことを恐れてるんじゃないかな。このね鯛の山ではね、お二人の縁っていうのはね急激に始まったよって。ワンドの8、そしてマジシャンだよね、でアルカナの1。だから出会ってピピッと来て一気に展開していった中っていうのが見える。まああなたの強さがこの方欲しい。だけれども自分の血筋が一番の方。結婚してね子供ができたんだったら、あなたとの子供はあなたの子供はね大切にする方。
この方自身はね、そう感じていないかもしれないけれど、生活の中でこの方のね、行動の節々にあれって思う瞬間が出てきてる。あれ、この方、この人ちょっと違うんじゃないって。あなたはその時疎外感を感じる。ジェラシーにも似てるかもしれないよね。自分だけがないがしろにされてるような。お二人とも強い血の流れを持っている。だからきっとうまくいくはずなんだよね。望んだ未来を築くことができるはずなんだよね。でもね、この方の体に流れる血流の中であなたを孤立させるくすんだリピートを感じてしまう。その欲望は一人歩きしてる。お子さんがいる、あるいはもしお子さんができたら、あなたのね、この方に対する疑念が、そのお子さんの代にドリップしていくね。あなたが、真ん中のね、こう調整を図るって出てるけど、あなたがね、体裁よくこの方を支えるうちはお相手さんは気づかない。だからあなたが自分が感じてる疑問を抑え込んでこの方に合わせれば、あなたたちの家庭っていうのは体裁は保てるんだよね。だけど子供の代、あるいは子供が築く家庭にあなたの疑惑の花が咲きます。だからね、この方はこう言うかもしれない。君が必要だ。だけどね、厳密に言えば君の血が必要だじゃないかな。僕の血統には君の血が必要だ。だからこれがあなたを苛立たせる。ここであなたの疑惑が、疑念がね、その血流に乗っかって入ってくんだよね。お相手さんも気づかないし、お子さんも気づかない。そういう形でこうカルマがね、現世内移動していく。トップのハーミットはね、よく考えろと、足元見ろと、うまく力技で取りまとめられるけど、よく見ろよって訴えかけてくるよ。結構ね、あなたのことをね、そのまま読めば目障りだとか、邪魔をされてるっていう、なんかそんな気持ちをね、持ってらっしゃるかもしれない。だからね、最初はね、あなたのそういう力っていうのをすごく頼りにしてたのよ。そこにすごく惚れてたっていうメッセージが来るんだよね。
だけどやがて、恐れ始めてるんだよね。あなた自身はあまり変わらないのかもしれないよ。出会う前、出会ってからあなたのままかもしれないけど、このお相手さんはね、結構あなたのことをね、厄介者って思ってるよ。こいつが嵐を巻き起こしてんだ。俺のテリトリーの風紀を乱してるんだ。災いのもとだ。だけどまあ気づかれてるんだったら気づかれた方がいいかもしれないうん。このなんかね、カルマをさ、次の世代にやっぱ持ち越すより、気づいてるんだったら気づいてるで表立ってね、修羅場作って衝突しちゃった方がいいかもしれない。ただね、片やこっちがね、トンネルビジョンってなってて、なんか視野が狭窄してんのかな。狭窄せざるを得ないようなシチュエーションにいるのかもしれない。結構ね、怖いビジョンが見えてる。閉塞感のある。それでもどん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 ね、こう凝縮してってさ、グーってゾーンに入ってくるような感じ。この方との関係、もう私たち極めていかなきゃいけないんだわみたいな。グーってやっぱ濃縮していくと、今抑えられてるね、お二人の課題っていうのがやっぱりね、次の世代にね落ちていく。忍者はね、見抜けって言ってるよ。このセオリー、青写真をね、見抜きなさい。おーっと強し、これはあなただよね力のカードが出ましたね。よし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 ってムツゴロウさんみたいに。逆かもしれないね。建前と本音が逆で、建前っていうかね、表向きあなたのことを恐れている。あなたのことを怖がっている。だけど本音ではあなたのことをとっても慕っている。あなたに服従したいと思っている。ちょっとマゾ的だけどね。そうかもしれないね。私逆に読んでたのかもしれない。だからなんかもうそうだったら、そのお互いが持ってるその課題っていうのをもう明るみにして発散した方がいいかもしれないね。こっちのトンネルビジョンみたいになっちゃうとさ、どん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 ね煮詰まってっちゃう。だからあなたの方がね、このお相手さんより一回り大きくてさ、力があるんだったら、もう本当によし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 って本当によしよししてやって、なんかわだかまりを解放してあるといいかもしれないね。まあね、ここら辺の愛のカードなんかはね、現状がまあいいだけに、油断するとね結構危ないよっていうカードだから、
まあ最後だけど力出てきたから、あなたがうまくリードしてあげることですね。いいですね。これはあなたをいとどまらせたいだよね。しかも、まあ、とても残酷って出てるね。鉄頭鉄尾とか、そんな感じかもしれない。もうあなたが苦しいんだっていいんだ。もう、自分のもとに置いておきたいっていうような、そんなメッセージが来るね。で、またね、あなたがうまくいく流れっていうのを見せるんだよね。だけどそれをことごとく失敗に終わらせるような工作をする方じゃないかな。まあこれなんかも、あなたはしっかりと蓄えがある、力がある。いいカードは出てるんだよね。それが次、このワンドの10に来てるんだけど、重圧だよね。とてもね、重い。建前っていうのはね、建前っていうのはあなたに魔法をかけてるんじゃないかな。負の魔法を。もう直接言ってるかもしれないし、ね、非言語的なメッセージかもしれないけど、あなたに破壊的なメッセージを送って、お前はダメなんだみたいな感じで、できるわけがないっていうような、そんな暗示をかけてる、それが建前の人じゃない。で本音は、あなたにいてもらわなきゃ困る。あなたがとても、使い勝手がいいから。まあ優しいからだろうね。優しいから当てにされちゃう。だからあなたをうまく扱ってる。あなたの扱い方をよく知っている人。だからね、恋人とか夫婦だったら、外面ではカカア殿下を装うフィクサータイプかな。だけれども本心ではあなたを召使いのように感じている。あるいはあなたが娘なら、もう一生もう飯を作らせるお父ちゃんかもしれんよね。まだ嫁のもらい手いねえのか、なんかね、もう今ではもう完全にこれアウトだよね、コンプライアンス。嫁のもらい手ないのかとか言って、本当は言ってもらいたくないんで、ずっとうちにいてもらいたいから、そういうそんなようなことを言うんだよね、否定的なこと。だからずっと召使いのようにね、手元に置いておきたい。巧妙に破壊的なメッセージであなたを縛り続ける。
生かさず殺さず。これだけど結構強力だよね。うん。このデフィートなんかはさ、結構狡猾なんだよ。あなたすごいね、機運持ってんだよ。運命の輪で。で、あなたの霊性の高まりであるかなのに、女強行。それでも固定ってやられちゃうんだよ。デフィート。何度も繰り返してんじゃないかな、これをね。だから早く気づかなきゃいけないよね。そして縁切りするしかない。うん。ここにとどまってはダメだ。だからぼやぼやしてたらね、この呪縛の真実に気づく時には人生が終わってるかもしれないよ。現世の燃えるような太陽は来世の水平線へと黒煙を上げて沈潜する時だよ。悔しいね。今現在の意識とかかな、気づけ、今の意識の状態あるがままっていうようなメッセージかもしれないけど、なんとなくなんかセーラー服を着たちょっとなんかコスプレ親父みたいに見えてしまう部分もある。どちらかというとなんかお相手さんがなんかあなたの財産を狙ってるっていうようなね、そんなメッセージに捉えてしまうな。本来のカードの読み方ではないかもしれない。このデッキのね。こっちはもう気づけたよね。もう集中して。で、ダールカナのこの女教皇にかかってるから、やっぱりあなたの女性性とか神秘性、もう闇に隠れちゃってるから、そのエネルギーをね、ぐーっとそこに意識を集中して信じなさいと。自分の中に押し隠しているね、あなたのリズムっていうものをふわーっと解放して世界を広げなさいと。ただただ明るい世界じゃない、影のある世界、それでもとてもそれは美しいものだよって、とっても強いものだよって、ここにいちゃダメだよってメッセージが来ます。本当力強くいかないとね、またコテってやられちゃうから、やっぱりね、かなり気合い入れていかないといかんのじゃないかな。気力をね、もうそがれ続けちゃってるから、この、5の5の1のさ、このカードなんだけど、元気がないよね。もう覇気がなくなっちゃってる。奪われちゃってんだよね。あなたのエネルギーが。ちょっとね、本当力を出していかないといけないね、これは。審判。これはだけど可愛い絵柄だね。ちょっと顔が青ざめてるけど、今のあなたの心境なんじゃないこれ。このインドロンス、もうなんかちょっと覇気がなくなっちゃってるんだけど、
むちゃむちゃでっかい転機なんだよ。もう人生の一大決断。ここで乗るか反るか、ここで行かなきゃいつ行くんだね。もう神の準備ができ次第ね、天からの指令が下り次第、もうね、イエスノーじゃないんだ、動き始めなきゃいけないんだ。だけどあなたちょっと上の空、笑っちゃいけないけどちょっと上の空だよね。私どうしようって、できるのかしらって。このインドロンスが結構効いてるかもしれん。もうね、力をね取られちゃってんだよね、もうね、エネジーパンパイアに。いかんね。だからなんか大きなさ、あなたの中でこれは本当に大きな転機なんだと思っても何度も足をくじかれたんじゃない？それで結構自信喪失してしまってるのかもしれない。もうこれは元気出していくしかないぜ。うん。もう答えは出てるよ。うん、この呪縛を破ること。いいですね。あなたがちょっと突っ走ってるかな。プリンセス・オブ・ソーズ。ちょっとじゃないよね。かなり、行き急いでる。まあ、まだ情報不足だろうね。で、ひょっとすれば何かアート関係の間柄かもしれないね。アートと、まあ、マジシャンも、なんとなくそんなメッセージが、ふっと入ってきたね。あなたはね、このお相手さんにものすごいインスピレーションを感じてんじゃない？この方の存在に。あなたの先輩とかだね。尊敬できる先輩みたいな。うん。このね、5番のストライプと、このチェンジってなってね、これペンタクルの2だけど、まあ、通常通信とか、まあ、ピエロさんのカードなんだけどね、まあ、これチェンジってなってるね。なんかこのカードがなんとなくあなたがちょっと浮ついた状態にあるのかなっていう気がする。ただ今はこの方とうまくいってるんだったら、まあ何か好転していくようなね、展開はあるのかなと思うけど。で、ちなみにユニバースが来てるよ。なんか一番地中でカッカ燃えてんじゃない？この、お二人の関係性っていうのがね。ポイントはこの3枚だな。あなたを応援している。まあ、応援し続けていたいのかもしれない。あなたが上達して羽ばたいてもらっては困るのかもしれないね。
だから、あなたは信頼しきってるかもしれないけど、どっかに行こうとしてんだよね。自分がその理想があってそこに到達したい。だけどなんかそれって一体どこなんだろうみたいな、なんとなく行けどもうたどり着けないみたいな、なんかそんなトリックにはまってるようなね、気がしてならない。なんだろう、まだふんわりとしか降りてこないけど、あなたが今何か努力してるんだったら、このお相手さんもあなたと同じ努力をしていた。でその努力に挫折した。で心を病んでると。でその自分をあなたに投影して今応援しているような状態にあるのかもしれない。だからそこら辺の心のいきさつっていうのはもちろんあなたには打ち明けていない。あるいは本人も健在意識ではね、つまりは認識できてないってことかな。あなたのことをね心配しているふりをしたりするけど、実のところね、あなたとの気ままな関係を気ままに楽しみたいだけかもしれない。だからそれで引っ張ってるのかもしれない。だからあなたとっても一生懸命になっちゃってるよね。美しい迷宮に見えてるかもしれない。だけどユニバース来てるから、ご縁は結構やっぱ強いご縁なんだろうけど、よし、次ちょっと行ってみるか。ヒーローズジャーニー、英雄武伝みたいな感じかな。旅とか。だけどなんとなくさっきの、豪のセーラー服を着た親父と同じユニフォームで、ちょっと本来のカードのね、意味と違うかもしれないけど、やっぱあなたが憧れてんじゃないかな。このお相手さんに。建前と本音で言えばどうかな。本当に自分のことを英雄だと思ってるかもしれないね、このカードからすると。だから本音で言えば、あなたと気ままな関係を気ままに、楽しんでいたい。あなたはだけどその次の段階に行きたいんじゃない。とっても焦ってるし、まだ情報不足だよね。この方のことあんまり知らないんじゃないかな。こっちにはフォーカスが来てて、しっかりよく見ろってことじゃない。ちょっと英語が不安になってきたな。いや、フォーカス、そうだよ。なんか今の通信状態、あなたがこの方との、まだなんかたどたどしいその通信しかできてない。それもう一回見直せよって、そんなメッセージじゃない。あなたは少ない情報の中で自分が見たい現実っていうのを見てしまってんじゃないかな。それはこの方があなたに見てほしい現実、いや妄想だよね。っていうことになっちゃうかもしれない。だから相当悪く言ってしまったけど、
ただ本当にこの方とのね関係性が良ければ今後はいい展開があると思うよ。何よりユニバースのねカード来てるし、まあエースのワンズ、で、今はまだ芳しくないかもしれないけど、本当に良い関係性だったら好転していく、ここから発展していくカードも出てるから。ただね、私はこの3枚のカードがやっぱちょっと気になる。そしてあなたのこの慌てふためきぶり、だからやっぱりあなたにさ、本当に到達すべきところに到達してもらっては困るっていうのが本音。自分のことばっかり考えてんじゃない。だけどあなたは本気で愛してしまってる。おっと来た。悪魔怖え。このカード結構あれだね。般若面。これだけど悪魔、ユニバースにねボンとかかってるんだけど、だけどね悪魔の場合ねお相手さんもあなたにはまってるね。あなたとの関係性にいけない関係性かもしれないね。この方はこの方で事情があるかもしれない。だけどあなたとの関係に病みつきになってやめれないよって。これだけど悪縁か良縁か分かんないよね。ユニバースと悪魔って、強力な磁場でねお二人がこう寄せられてる。でまた新たなエネルギーが噴き出してるからね、ボーッと。どうだろうね、この方がなんかあなたより立ち位置がね、私はいい方だと思うんだけど、感ずるんだけどね、あなたがひょっとしたら小足に行くかもしれないね。あんまりそのね、エッジを立ててはいけない。エッジを立ててはいけないけど、いざいかんって言ってね、なんか本当にこの方の世界切り込んでるかもしれないね。この方構築しきった世界を。それがなんかこの8のワンズで表現されてるのかもしれない。変わっていくよって、急展開するよって。ただこの呪縛は結構あれだな、解くの難しいかもしれんね。この互いの思惑はちょっとずれてるかもしれないよ。ただ、やっぱすごくお互いに惹かれてるっていうのが出てます。だからさ、このフォーカス、あなたがさ、今までが本当たどたどしい、なかなかね多くの情報をあなたにくれなかった、そういう中であなたね自分で良い方向へ考えてさ夢見てたって。だけどそれがどっかでねプツッと糸が切れてさ、もう許せねえって気持ちになって飛んでくんじゃないの。ダメだよねえ、ダメだよって言ってなんか最後締めたいと思ってんだけど、なんか悪魔のカードデンって出てきたからちょっとどうやって締めようかなと思ってるよ。そうだな。このカルマはやっぱりね結構ハードだねこれはね。なんかねこのプリンセス・オブ・ソーズのこれ駆け出していってしまうあなたを止める言葉が今見当たらない。降りてこない。まさか行けとは言えないでしょ。飛んでけってね。スズメバチのように飛んでって
やっつけてこいってね、そんなことは言えない。ダメ。いいですね。